はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはこちらにありますミステリーランチの2022年新作のザックになります。製品名はブリッチャーと言います。こちらのブリッチャーシリーズの2サイズ2種類をご紹介していきたいと思います。まずこのブリッチャーという名前なんですけども、伝統のある名前でして、はい、こちらがですねミステリーランチを設立したデイナ・グリーソンが、以前手掛けていたブランドデイナデザイン製のブリッチャーというモデルになります。名前自体はですねこの旧ブリッチャーのシリーズから今回受け継がれて、復活したような感じになっています。このデイナデザイン時代のブリッチャーはですねアイコン的な存在であったこの縦型のバーチカルツインポケットを搭載したトレッキング用のザックとして展開をされていました。程よいサイズ感でですね非常に使いやすかったことから日本の市場でも結構人気あって使っている方も多かったですね。その後デイナデザイン自体がなくなった後にミステリーランチでもこのブリッチャーという名前の商品実は展開されていたことあったんですけども、その時もこのバーチカルツインポケットを採用したトレッキングザックといった位置づけでした。では今回の新しいブリッチャーがどうなっているのか見ていきたいと思います。はい、今回の新ブリッチャーはですね2サイズの展開になっておりまして、まずこちらがブリッチャー55になります。価格は47,000円になっています。主にトレイルトレッキングだったり登山での使用を想定したザックになっています。今までのミステリーランチのトレイルトレッキング用のザックで培われてきたディテールと、今回全く新しい形で導入されたディテールが組み合わさったモデルになっています。まず各部素材から見ていくと、トップリットのこの部分だったり、あとはボトムの部分ですね、この負荷のかかりやすい部分、こちらには330デニールのロービックナイロンを使用をしています。より厚手の生地で耐久力を持たせています。そしてここの素材ですね、ちょっとリップストップになっているのが分かると思いますけども、こちらがですね100デニールプレコンシューマーリサイクルリップストップナイロンを採用しています。このプレコンシューマーリサイクル素材というのはですね製造のこの前段階で出てきた生地の端材余りなどを再利用して作られた素材になっています。環境への配慮も忘れないというそういう素材選びになっています。3辺のサイズは高さが約75センチ、幅が約35センチに奥行きがですね約17センチほどとなっています。本体重量は 2.4 キロですね。トレッキング用ザックとして3キロを切る実用的な範囲内で軽量化に努めていますね。サイズなんですけども今 SM とありますけども、こちらにですね記載されているこの背面調のパネルのサイズ感ですね、 SM とありますけども2サイズあるわけではなくて SM という1サイズの展開ですね。それに加えましてこの背面調の調節はできますので、日本向けには基本的にはこの SM サイズ1サイズのみの展開ということになっています。生産は最近のミステリーランチではおなじみのベトナム生産ですね。続けて各部のディテールを見ていきます。今回ミステリーランチはですねこちらのブリッチャー開発するにあたって通気性とフィット感の両立というのを非常に大事にしているということで、このショルダーハーネスは今までのミステリーランチではなかった全く新しいかなりちっちゃい穴の開いたエンボス加工のハーネスになっていてかなり通気性が高いですね。そしてヨークの部分はこのベスト型になっていますね。バックルが上と下の2つで体に対してベストのようにフィットするエンデュランスヨークとなっています。
こういった形のショルダーハーネスのディテールは以前からトレラン用のパックなどによく用いられてきたそういったディテールだったんですけども、最近ではですねアークテリクスのエアリオスシリーズだったりトレッキング向けのライトパックにも、こういったハーネス使うブランドがちょっと増えてきたなっていう印象がありますね。かなりですね面積が広がるので体を設置する面が多い、かなり優しく体を包んでくれるようなフィット感を持っていますね。フロントのこのバックルは、調整ができるのと、あとこのサイドのモールにですねパーツで引っかかっているタイプなので、こうやって外してですね上の段に付け替えたりといった感じの調節もできます。2つの大きな伸縮性メッシュのポケットがついています。ベアスプレーであったりこういったボトル類がすっぽりと入る大きさになっています。こんな感じですね。あとは大型のスマホなんかも入るような容量ですね。こちらはナルゲンの広口の 0.5 リッターですけどもちょうどよく入りましたね。そして今回ですねこのフォーム材が通気性がいいだけでなく、この腰の部分から背中のこの一番上までにかけて空気の通り道がですね確保されています。このスリット状のですね溝が入っているので、ここからですね空気が通ることによって不快な汗蒸れを軽減して、よく空気の抜ける、乾きやすいそんな仕組みを作っています。ショルダーハーネスのこの長さの調節次第では、ここにもですね横方向の隙間ができるので十字にですね通り道が確保されているような形になります。はい、この背面全体を支えますのはここから裏にかけて今通っているこの直径 4mm のスチール製のフレームが入っています。スチール製なので非常に剛性がまず高い、かつこの体のねじれの動きにはしっかりと追従してくれる弾性も合わせて持ち合わせています。なのでこの体の動きにですねしなやかに追従してくれるのと同時に剛性力でバック本体に入った荷物の荷重をこのフレームが一番下まで来ているこの腰ですね、腰へうまく荷重を分散してくれるといった仕組みになっています。スチール製のフレームとは別にこのヨークの部分にこういったですねプラスチック製の肩のフレームシートが入っています。これがこの肩から背中にかけてぴったりとフィットしてくれるだけでなく、このスチールフレームと一体で合わさることによって今度はこのパック全体の荷重を肩にも分散してくれて、フィットしてくれるといった仕組みになっています。そしてこの背面長の高さ、これはミステリーランチではもうおなじみですけども、背負う肩の体格に応じて無段階の調整が可能になっています。この間がですねマジックテープ製になっているので、ここをこのフレームシートでこれでマジックテープが外れるとフレームの部分を伝って背面長の調整が可能になります。調整したいところでプレートを抜いてマジックテープを貼り合わせてフィックスすると動かなくなります。この仕組みに関しては今までのミステリーランチの他のパックとも変わらない仕組みになるので、今まで使われていた方は簡単に調整ができると思います。続いてこのウエストベルトもですねショルダーハーネス、そして背面同様の通気性の高いエンボス加工の施されたフォーム材が入っています。で今回ですねこの4分割になっています。4つですね。このパック本体の腰のこの後ろ側についている部分とウイングになる部分ですかね、腰を巻き込む部分で分かれていますね。ここにスリットが入っていることによって腰を抱き込むような動きがですね非常に簡単にできますし、
包み込んで隙間なく、腰に密着してフィットすることができます。両サイドには、このメッシュのジッパーポケットがついており、反対側も一緒ですね。はい、サイド部分にはバッグ本体をコンプレッションすることができるストラップがですね、2つついています。バックルで完全に外すことも可能ですね。そして伸縮性のボトルポケットが1つですね。今度はナルゲンの1リッターの広口ですね。これも問題なく入りますね。今度はパック正面に回ってきましたけども、ここにはこのバックルをですね開けていって、伸縮性のフラットのポケットがあります。こういう感じですね。その上にですね、2つのデイジーチェーンが走っていますね。カラビナなんかで物を外付けすることもできますし、そのままトレッキングポールなどをつけることができる、バンジーコードがですね、上下にコンプレッションする部分がついています。まずこの固定を外して下側を通しまして、引っ張って止めて、で上側もこういった感じで固定ができます。2本ついているので、トレッキングポール1本ずつ完全につけることができるので、これかなり便利じゃないかなと思います。一番このボトムの部分にはですね、バックルを外していくと横長のですね一直線のジッパーを折り返して配置しているような感じになっています。なのでここを開けるとかなりですね大きな開口部が出現します。こういったパックの場合だと下側にこう寝袋とか入れられる方が多いと思うんですけども、出し入れがかなりしやすいような大きな開口部になっています。荷物を入れた後にコンプレッションできるバックルもついてますし、ここにですね1気室と2気室を切り替えるための部屋がですねちゃんとありまして、これをバックルで固定しまして、こうすることによってですね下の部屋と上のメインの気室と分けて使うこともできますし、完全に外して一つの気室として使うこともできます。そしてこのフロント部分にはですねメインコンパートメントにアクセス可能なジップが実はこの両サイドにですねありまして、まずこのサイドのですね2つのコンプレッションバックルを外しまして、このジッパーを開閉していくと、はい、かなり大きくガバッと開くことができます。全開にしたい場合はですねもう両側開けてしまうとトップリットの方から開けた時より広い開口部が出現しますので、テントや山小屋に着いた時の荷物の出し入れだったり最初のパッキングといった行為がかなりやりやすくなっています。これかなり嬉しいですね。ここからさらにトップリットをバックルで外した後にここにですね噛み合わせるパーツがついていますので、これを取ると完全なオープンの状態になります。メインコンパートメントにはまずハイドレーション用のスリーブと吊り下げ用のトグル、穴はですね左右どちらからでも出すことができるようになっています。そして両サイドにこういったメッシュのポケットがですね1つずつついています。大きめのナルゲンボトルがちょうど入るぐらいですね。トップリットはジッパーがですねかなり深くまで入っているので
とてもですね広い開口部を持っていますね。そしてこの向かって上側にですねメッシュのジッパーポケットがありまして、その中にはキーループですねついてますので、貴重品入れたりなんかに非常に便利な機質となっています。トップリット開けた先はですね、こういったシュラード式の開閉になっています。はい、そしてこのトップリットですけども、フロントのバックル2つの他にこの後ろ側のバックルが2つありまして、これをまず取り外すと真ん中にですね最後もう1個バックルがあります。これで簡単に取り外しができるようになってるんですね。はい、取り外せました。でこれを裏側にしていくと、ここに実はもう一つですねバックルが隠されていまして、このウエストで固定することによってなんと単体のウエストバッグとしても使えるというギミックになっていますね。こんな感じで使えますね。アタックザックの代わりに山頂に行く時だけ一瞬これだけ切り離したりとか、いろんな使い方ができると思います。はい、カラーリングご紹介していきますと、今回紹介で使用したこのカラーはですねデルマというカラーでネイビーブルー系のカラーになっています。そしてもう一色ですねハマスというベージュとこのウェビングの部分がオレンジのカラー、この2色の展開になっています。はい、では実際に背負ってみました。身長173センチ、体重55キロで SM サイズ着用をしています。やはり背負って一番最初に感じるのはこのハーネス周りのですね、通気性がいいだけではなくて、今までのミステリーランチのバッグと比べてフォーム自体かなり柔らかめなフォームになってますので、ギュッと絞っても柔らかく全身にフィットしてくれますね。硬い感覚がないのが、背負い心地も心地よいですね。でこのフロントのですね、ベスト型のシステム、やはり接地面積が大きいので、もうかなり包み込まれるような、面でこう支えるような感じになってますね。通常のショルダーベルトだと面がですね少ないので、ちょっと重量が乗った時に痛くなったりとか、重みがかなりかかりがちなところを全体で分散してくれるような気がしてます。あとはもう本当にベストを着ているようなこのフィット感ですね。かなりこうギュッと絞ってもピタッと体にフィットしてくれるのがいいところかなと思います。今ボトル入れてみましたけども、出し入れは非常に楽でいいんですけども、この体にフィットする側もかなり柔らかい素材になってますので、こういった固形でちょっと出っ張りのあるボトルを入れると、この体の方にもちょっとこの硬さが伝わってゴロゴロする感じがあります。これはちょっと最初慣れが必要かもしれません。もしくはこの反対側のようにスマートフォンのような薄手のものを入れていただけると、体側に伝わるゴロゴロとした感覚がないので、ボトルも結構細めというか薄めのボトルなどが収納にはおすすめかなと思います。ヒップベルトもやはり分割になっているので、かなりこの前の部分まで全体をこうフォームで囲う仕組みになっているので安定感高いですね。でこの背面のこの真ん中をですね縦にスリットが入ってるんですけども、背負った感じだと縦よりこの腰の上の部分の横に入ってるスリット、これがかなり効いてるような感じがしますね。完全に浮き上がってるのが感覚としても分かりますし、これはかなり汗抜けが良くなりそうな仕組みになっていると思います。実際この背中から腰にかけての設置している面というのが汗一番かきやすい場所じゃないかなと思うので、これはかなりありがたいですね。こういった体の動き、そしてねじれにもですねしっかりと追従します。かつズレが全然ないですね。キュッと全体をフィットして支えてくれています。はい、
まずはブリッチャーの55リッターご紹介しました。続いてご紹介するのがこちら65リッターになります。素材は先ほどと変わらず330デニールロービックナイロンに100デニールのプレコンシューマーリサイクルリップストップナイロンのコンビですね。で容量 62.7 リッター、これがだいたい実寸の容量ということになります。3辺のサイズですけども実寸で高さが約75センチ、幅が35センチ、奥行き約28センチとなっています。重量 2.5 キロなので、先ほどの55リッターと比べても、かなり重量増抑えられている形になります。サイズこちらも SM の背面長の長さの実質的なワンサイズということになります。生産国はベトナム製になります。はい、本体のディテールも基本的には55リッターと変わりないですね。このフォームの素材やベスト型のショルダーハーネス、この4分割のヒップベルト、そして無段階調整ですね。唯一ちょっと明確に仕様が違う点として55リッターの場合はここがですね伸縮性のメッシュのポケットだったのが、こちらは両サイド2本のジッパーで開閉する大型の単一の独立したポケットになっています。パックの側とこの外側はこのジッパー付きになってますけども、どちらもですねメッシュのポケットがあり、荷物を分けて収納するのに適した仕様となっています。はい、カラーリングご紹介していくと、今回ご紹介で使用したこのカラーはウッドというカラーになります。ちょっと薄めのブラウン、モールだったりサイドのコンプレッションストラップのナイロンベルトはもうちょっと黄色がかった色味になっています。そしてもう一色はですねコッパー、かなり鮮やかなオレンジ、ミステリーランチらしいオレンジのカラーリングになっています。はい、実際に着用してみました。こちらも SM サイズ着用をしています。55リッターとの一番の違いはこのフロントのポケットの部分のディテールの違いと、あとはこの厚みですよね。この65リッターの方はかなり増しているので、より大型ザック感のある感じになってますね。ただフィッティングに関しては55リッターと変わらず、かなり体に対して接地面積の多いフィッティングの良さを感じますね。このくらいの大きさであれば、1泊以上のテント泊なんかの参考でもしっかりと使えるザックになっていると思います。はい、今回はミステリーランチのブリッチャーですね。こちら2種類のサイズをご紹介しました。デイナデザイン時代からの過去の名作の名前を引き継ぐだけあって力の入った製品になっていると思います。ミステリーランチとしても、今まであったディテールは引き継ぎながらも新しい素材のフォーム材を使ったり、ベスト型のショルダーハーネス採用したりと、この新しい時代に対応した新世代のトレッキングハイク用のザックになっていると思います。初めて山用のザックを買われる方にも買い替えを検討されている方、どちらにもお勧めできる製品になっていると思います。ぜひともご注目ください。